もしも電気がなかったら、世界は暗くなるのではなく止まる。スイッチを押しても何も起きない。光も音も反応しない。部屋は静かになる。だがそれは落ち着いた静けさではない。何も動いていないという違和感のある静けさだ。私たちは普段電気を意識しない。だがそのほとんどが見えないところで動いている。まず止まるのは連絡だ。スマートフォンはやがて使えなくなる。充電ができないからだ。画面は消え、外とのつながりが切れる。今何が起きているのか、どこが安全なのか、それを知る手段がなくなる。次に止まるのは水だ。私たちの使う水は電気によって運ばれている。ポンプが動かなければ高い場所には届かない。蛇口をひねっても何も出てこない。この時点で気づく。電気は便利なものではない。生活を成立させている前提だ。次に止まるのは交通だ。信号は動かない。電車も止まる。道路には車が残る。だが流れは維持できない。目に見えない調整がすべて失われるからだ。社会は見えなくなる。誰も全体を把握できない状態になる。私たちの世界では常に何かが更新されている。情報は流れ、状況は共有される。だがこの世界ではそれが止まる。すべてがその場で固定される。夜も変わる。明かりがない夜は本来の暗さを取り戻す。遠くまで見えない。動くこと自体が制限される。だから人は活動する時間を選ぶようになる。昼に動き、夜は止まる。だがそれは自分で決めているわけではない。動けないから止まるだけだ。次に変わるのは建物の使い方だ。高い場所に住むことが難しくなる。エレベーターが動かない。上に行くほど移動の負担が増える。だから人は低い場所に集まる。都市の形も変わる。上に広がるのではなく横に広がるようになる。工場が止まる。生産が止まる。物は新しく作られなくなる。あるものを使い続けるしかない。だがそれもいつか壊れる。修理も簡単ではない。電気を前提にした機械が
使えないからだ。だから社会は少しずつ変わっていく。動くものが減り、維持できる範囲が狭くなる。では、この世界で本当に変わるのは何か。それは社会の動き方そのものだ。社会は止まらないものではなく、止まることを前提に作られる。まず変わるのは時間の使い方だ。夜は活動の延長ではなく、完全に止まる時間になる。明かりがないことで、作業も移動も制限される。できることは昼に集中するしかない。だから一日の中で動ける時間は限られる。この世界では一日そのものが短くなる。次に変わるのは都市の機能だ。大きな都市ほど維持が難しくなる。水も交通も常に動き続ける前提で作られている。その前提が崩れると、都市は分散していく。人は小さな範囲で生活するようになる。つながりは弱くなる。次に変わるのは物流だ。物はいつでも届くものではなくなる。決まった時間に届く保証はない。調整する手段がないからだ。だから人はあらかじめ備えるようになる。足りなくなる前に持つ。それが基準になる。ここからさらに影響は広がる。止まるのは目に見える機械だけではない。下水の処理も止まる。私たちが使った水は電気によって処理されている。それが動かなければ流したものはそのまま残る。衛生の状態は少しずつ悪化していく。ゴミの処理も同じだ。収集はできてもその先で処理できない。だから街の中に処理されないものが増えていく。次に変わるのは医療だ。私たちの医療は電気に大きく依存している。機器は動かない。管理もできない。薬の保存も難しくなる。温度を保てないからだ。だから治療の方法が変わる。できることは減る。次に変わるのは空間の使い方だ。明かりの届かない場所は使いにくくなる。地下や奥まった空間は機能しなくなる。人は光のある場所に集まる。建物の設計も変わる。外の光を取り込む構造が重要になる。次に変わるのは移動の範囲だ。夜は動けない。見えないだけでなく、危険を避ける手段が減るからだ。行動できる範囲が狭くなる。生活圏も縮まる。
そしてこの変化は積み重なる。私たちの世界では電気によってすべてが調整されている。時間も距離も情報も、少しのズレはすぐに修正される。だがこの世界ではその修正ができない。ズレはそのまま残る。だから社会は最初からずれないように作られる。必要な時にだけ動く。それが基準になる。私たちは普段電気を使っていると思っている。だが実際には社会を動かし続けるために使っている。見えないところですべてをつなげている。もしそれがなかったとしたら、社会は動き続けることができない。一つ一つが独立し、つながりは弱くなる。そしてその結果、動く範囲は限られていく。もしも電気がなかったら、今のこの当たり前は思っているより不安定なのかもしれない。そしてそれがなくなったらどうするのかを考えなくてはいけない時期かもしれない。